皆さんこんにちは、哲夫です。今回の動画ですが、小さいですが、フライス版がやってきました。小さいと言っても、フライス版は私の想像より重く、必死で搬入したので、重さを測る余裕もなかったのですが、体感的に 150kg くらいかなと思います。今回は、このフライス版を使えるように掃除や簡単な調整をする動画になります。このフライス版がやってきた経緯ですが、小さなフライス版を探していて、いろいろな方に声をかけていました。新品のミニフライス版でも買おうかとしていたところ、建具屋のおじいちゃんパイセンが使っていない機械があるよとのことで、格安で譲っていただきました。年季が入っていて壊れているところもありますが、直しながらこれから大事に使っていこうと思います。譲っていただきありがとうございます。各可動部分は一応動いているので、大きな修理はいらないような気がします。大事なスピンドルはどんな感じでしょうか。こんな細いベルトだとは思いもしませんでした。一応軽く回っているので大丈夫でしょう。機械の中はサビや汚れがたくさんあるので、ちょっとずつきれいにしていきます。その前にスピンドルを回してみましょう。この音が良いか悪いかは分かりませんが、少なくとも削ることはできそうです。試しに何か削ってみたいと思います。長年の汚れが溜まっていますが、軽く掃除して、まずは抵抗の少なそうなアルミの丸棒を削ってみたいと思います。小さくて華奢なフライス版ですが、アルミなら大丈夫そうです。Y 軸はどうでしょうか。切り込みを大きくすると怖いので軽い切削ですが、このくらいなら大丈夫そうです。それでは鉄を削るとどうなるでしょうか。油をつけて削ってみます。結構大きな音を立てながら削るのでちょっと怖いです。 Y 軸をロックしなかったので途中でずれてしまっています。しかし削れることは分かりました。この機械を使っていきたいと思います。そうと決まれば掃除と最低限の調整をして安心して使えるようにしていきます。このバイスはちょっと大きすぎでしょうか。でも重さがあった方が切削は安定するのでしょうか。X 軸をばらしてみましょう。X 軸の送りネジが外れました。極端に減っている感じはありません。大丈夫そうです。テーブルはどうでしょうか。真ん中あたりは少し減ってそうです。今後直していきたいと思います。Y 軸の送りネジも問題なさそうです。このジブを見る限り少し減っていますが、まだまだ使えそうです。最後に Z 軸をばらしていきます。
フライス板はほとんど使ったことがないので缶になるのですが、Z 軸は大事な気がします。このネジ歯車は結構減ってそうです。使うのに問題なければ良いのですが。こんな感じでテーブルは外れました。分解が止まらなくなってしまいました。スピンドルも分解してみます。装着可能な工具は MT2 のテーパーのようです。旋盤でここに装着する工具も今後作っていこうと思います。ワクワクが止まりません。どんどん割らしていきます。クイルには結構錆がありました。昔雨にでも当たったのでしょうか。これはなかなか直しようがないのでそのまま使っていきます。ここも結構錆がひどいですね。電動工具を使って大雑把に錆を取っていきます。ここまで来たら塗装もしたくなってきました。剥がれやすい古い塗装を剥がしておきます。ある程度掃除したら脱脂して塗装の準備です。ところでこの機械、南工業の ABT2200 という機械みたいなのですが、どんな機械なのでしょうか。情報が全然出てこなかったのですが、何かご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。ペンキはかなり適当に塗っています。外ももう夜でクタクタになりながら塗ったのを思い出しました。ここで一旦割らしてペンキを塗った部品が場所を取るので組み付けていきます。ここからは特にナレーションすることもないので早送りで組み付けの様子を垂れ流します。
ということでだんだん組み上がってきました。このフライス板を大事に使っていきたいと思います。次回は旋盤の改造をする予定です。実はあの旋盤の大変なことに気づきました。送りのピッチが正確ではないのです。しかし良さそうな対策を思いつきました。その対策がうまくいけば動画が上がるはずです。よかったらチャンネル登録をしてお待ちください。それではまた次回お会いしましょう。哲夫がお送りしました。さようなら。